きなこ、クロードってエクセルとかワードでも使えるようになったって本当？そうなんだよ。5月7日にクロード4マイクロソフト365が正式リリースされたの。だってそれってコパイロットいらなくなるってこと？マイクロソフト自分で作ったのに？まあそこが面白いポイントなんだよ。コパイロットを持ってるマイクロソフトがなんで競合 AI を入れたのか。確かに、それ自分のライバルを家に招き入れるってことじゃない？その理由がわかると AI ビジネスの見方がガラッと変わるんだよね。なになに、めっちゃ気になってきた。教えて教えて。ワード、エクセル、パワーポイントにクロードが入って、しかもアプリをまたいで文脈が持続するの。アプリをまたいで、それアウトルックのメールをエクセルに引き継いだりで切るってこと？そう、そこが最大の差別化ポイントなんだよ。今日はそこを深掘りしていくね。きなこもちーのテック深掘り。今日のテーマはクロード4マイクロソフト365深掘り解説だよ。マイクロソフトがなんでライバルのクロードを入れたのか一緒に考えていこう。チャンネル登録、高評価もよろしくね。それじゃ深掘りスタート。じゃあ具体的に何ができるのかアプリごとに見ていくね。まずワードから。文書作成に使うやつだよね。ワードにはサイドバーが追加されてドラフト作成、編集、要約ができるんだよ。サイドバーってワードの画面に直接組み込まれてるのを別ウィンドウで立ち上がるんじゃなくて、ワード画面の右側にパネルとして統合されてて、文章を参照しながらクロードに直接話しかけられるの。クロードが提案した編集内容はトラックチェンジで差し込まれるから、どこを変えたか一目瞭然なの。トラックチェンジで出てくるのか、受け入れるか却下するか自分で選べるってこと？そう、 AI に全部任せるんじゃなくて人間が最終判断する設計なんだよね。人間が OK か NG か選べるのは安心だね。勝手に全部書き換えられてたら困るもんな。Excel はどう？数字の分析に使うのかな？ Excel ではデータ分析、数式生成、可視化ができて、しかも根拠となるセルを引用してくれるんだよ。数式生成って VLOOKUP とか IF 関数も自動で書いてくれるってことを？数式が苦手な人には嬉しいな。セル引用、この A さんの計算はこういう意味やでって教えてくれるの？めっちゃ便利やん。その Excel の分析結果をそのままパワーポイントに引き継いでスライドも作れるんだよ。待って、Excel で分析した話をパワーポイントでそのまま続けられるってこと？それがクロスアプリコンテキストで、一つの会話スレッドが4アプリをまたいで文脈を持続させるの。つまりアウトルックのメールをまとめたまま Excel に移ってそのままパワーポイントに行ける？完璧な理解だよ。メール把握、データ分析、資料化が会話一本で一気通り抜きにできるんだよね。月曜の朝にメールを整理して数値分析して10時の会議スライドまで一気に作れるってことやん。今まではアプリを移るたびにここまでの話はって説明し直してたもんな。ちなみにワード、エクセル、パワーポイントが正式提供 GA で、アウトルックはまだパブリックベータなんだよ。そこがコパイロットとの最大の差で、コパイロットは各アプリで会話がリセットされるんだよ。でもそもそもなんでマイクロソフトってライバルのアンスロピックと組んだの？それ普通おかしくない？そこがマイクロソフトのビジネス戦略の革新なんだよ。次でじっくり解説するね。でもさ、マイクロソフトってオープン AI に大金投資してるんじゃないの？なんでコパイロットの競合をオフィスに入れるの？マイクロソフトは2024年から2026年にかけてオープン AI 一強依存を解消してマルチモデル戦略に転換してきたんだよ。オープン AI と仲良しじゃなかったの？ちゃっかりしてるな。マイクロソフトのエグゼクティブが60日ごとに新しい王者が生まれるって言ったの。それがマルチモデル転換の本音なんだよ。確かに AI って半年前に最強だったモデルが今じゃ普通になってたりするよね。その速さは実感してる。60日ごとに王者が変わる。確かに AI って半年前の最強モデルがもう古くなってたりするよね。だからマイクロソフトには3つの戦略意図があるんだよ。まず1つ目がリスク分散、オープン AI 一強への依存を回避することね。2つ目が顧客囲い込み、どの AI を使うにしても M365 の上で使うという体験を定着させることなの。3つ目が Azure 収益拡大、クロードが Azure 上で動くからアンスロピックが使われるほど Azure も儲かる仕組みなんだよ。つまりどの AI が勝ってもマイクロソフトが儲かる仕組みにしたってこと？その理解は正しいんだよ。プラットフォームを持つ側の強さで誰が最強モデルになっても M365 は使い続けられる戦略なの。
アンスロピックがクロードをアピールすればするほど Azure も M365 も使われてマイクロソフトも儲かる共存共栄や。アンスロピックってマイクロソフトと正式に提携したの？2026年1月にアンスロピックがマイクロソフトのサブプロセッサーとして認定されたんだよ。 M365 エコシステムにクロードが正式組み込みされる土台ができたの。だから M365 のユーザーとしてはプラットフォームを変えずに最良の AI を選べる環境が整ってきてるの。さらに2026年3月にはコパイロットスタジオとリサーチャーエージェントでクロードモデルが選択可能になってるの。オープン AI 側は何も言わないの？俺たちの客を取るなって話にならないの？実は2026年4月にオープン AI がマイクロソフトが顧客へのリーチを制限していると内部メモで主張したって報道があったんだよ。水面下ではかなり緊張してるの。マイクロソフト側からしたら競合 AI が乗ってきてくれるなら歓迎ってスタンスだと思ってたけど。どの AI が使われても M365 が土台にある限りマイクロソフトのビジネスは安定するから長期的には歓迎なんだよね。なるほどな。でも結局さ、コパイロットとクロードって何が違うの？クロスアプリ以外は一緒じゃないの？ところでクロードとコパイロットって実際のところどっちがいいの？6つの軸で比べるとかなりはっきりするんだよね。まず一番大きな違いからいくよ。クロスアプリ文脈、Excel の使い勝手、価格、社内データ参照の4点で特に差がはっきり出るの。クロスアプリ文脈保持、クロードは4つのアプリをまたいで1つの会話が続くんだよ。コパイロットは？コパイロットはアプリが変わるたびに会話がリセットされる。文脈が引き継がれないの。それ地味に不便や。毎回さっきの話なんだけどってやり直すの？そうなの。Excel に行ったらワードで書いた提案書の数字を集計してって最初から説明し直しになる。毎回ワードで決めた話なんだけどって Excel に移るたびに一から説明し直すの地味にきついよな。次に Excel、クロードはセルレベルで数式を引用しながら説明してくれるんだよね。この A3 セルの数字がおかしい理由を教えてって聞いたら計算根拠のセルまで指摘してくれるの？そうなの。G12 の仕入れコストが上振れしてるから D5 の処理率が下がってるって根拠セルを引用できるの。コパイロットはワーク IQ で社内データを自動参照できる。これはコパイロット独自の強みだよ。ワーク IQ って過去のメールや Teams チャット、シェアポイントの文書も全部自動で検索してくれるの？先週の会議で決まったことを要約してって聞いたら社内のファイルや履歴から自動で探して答えてくれるの。アウトルックはどう？メール系が一番使う人多いと思うんだけど。アウトルックへの対応はクロードが現在公開ベータで限定的なの。コパイロットは Teams カレンダーとも連携済みで正式リリースなんだよ。厳密に言うとプロプランは個人単位のアカウントだからチーム全員分のアカウントが別途必要なんだよ。価格はどうなの？ぶっちゃけそこが一番気になる。だからクロードプロをすでに使ってるビジネスパーソンには実質ゼロ追加コストで使えることになるの。クロード 4M365 はクロードプロプランに含まれるんだよ。月額20ドルで使える。じゃあクロードユーザーには実質価だ。コパイロットより全然安いやん。年間に換算すると1人当たり約5万円。100人規模の会社だと500万円以上の差になる計算なんだよ。コパイロットは既存の M365 ライセンスに1人当たり月30ドル追加が必要なの。30ドル追加って100人の会社やったら毎月30万円も違うやん。設定が必要でも試す価値あるよな。セキュリティ面から見ていくよ。アンスロピックはマイクロソフトのサブプロセッサーとして正式に認定されてるの。サブプロセッサーって何？マイクロソフトが責任を持って管理する外部ベンダーってこと。アンスロピックがデータ処理の義務を負うの。つまりアンスロピックもマイクロソフトの管理下に入るから M365 の企業データを扱っても問題ないってことを？そうなの。法的に責任の所在が明確になるからエンタープライズ導入のハードルが大きく下がるんだよ。セキュリティ認証も SOC にタイプに ISO29001GDPR ヒパー全部対応してるんだよね。SOC にタイプにってセキュリティ監査の高いレベルだよね。外部審査を通過してる証明なんだ。そうなの。セキュリティ可用性、機密性の管理が外部監査で継続的に確認されてるんだよ。ヒパーって医療情報の規制だよね。医療業界でも使えるってことを？そうなんだよ。医療、金融、法律って規制が厳しい業界でも導入できる認証を取ってるの。日本の金融機関や病院でも導入できるってことを？そういうところって特にセキュリティ基準が厳しいよね。
認証を持ってることが前提条件になるから導入検討の土台に上がれるようになったってことなの。 M365 コネクターはセキュアプロキシ経由で文書やメールはテナント内に保持されたまま。テナント内に保てもってことはファイルがアンスロピックのサーバーにコピーされるわけじゃないんだ。保存はされないの。クロードがアクセスするのは質問した瞬間だけで処理後に情報は保持されないんだよ。でもデータって最終的にはアメリカのアンスロピックのサーバーに行くんでしょ。正直に言うとクエリは AWS-GCP の米国サーバーへ転送されるの。そこはコパイロットの Azure 管理とは違う点だよ。コパイロットは Azure で完結するのか。日本リージョンの Azure を使ってれば国内でデータが処理されるんだね。日本企業としてはそこが気になるよね。日本でのコパイロット普及ってどのくらい進んでるの？実はこの差がクロード VS コパイロット選択で日本企業が一番悩むポイントになってるんだよ。日経225企業の 94% がすでにコパイロット導入済みなんだよね。マイクロソフトはジャパンに100億ドルの AI 投資を発表してるの。つまり多くの日本企業はすでに M365 のコパイロット基盤の上にいて、そこにクロードが選択肢として加わったの。 94%？ もうほぼ全部やないか。マイクロソフトの M365 戦略強すぎやろ。ちょっと整理すると結局マイクロソフトって強くなってるってことじゃない？どの AI が来ても自分のプラットフォームに乗ってくれるんやろ。なんか大家さんみたいやな。大家さん、いい例えだよ。うちのマンションに住んでくれればどの AI でも OK ってことね。家賃 M365 ライセンス代を払い続ける限り入居者 AI がコパイロットでもクロードでも大家は儲かるよな。そうなの。しかも入居者が増えるほどマンションの価値が上がる。まさに大家さん戦略なんだよ。今日の3つのポイントをまとめるね。1つ目、クロスアプリ文脈保持がクロードの最大の差別化。アプリをまたいで話が続くんだよ。アウトルックのメール整理、Excel でデータ分析、パワーポイントで資料化が1本の会話で完結するやつね。2つ目、マイクロソフトはモデル独占からプラットフォーム派遣へ戦略を転換したの。リスク分散、顧客囲い込みAzure収益拡大の3つを同時に実現する戦略ってことだね。3つ目は3つ目、コパイロットがなくなるわけじゃなくて AI をモデルで選べる時代になったってことなんだよね。スマホのアプリを選ぶみたいに自分の仕事スタイルに合った AI を選ぶ時代になったってことか。まさにそうなの。プラットフォームは M365 で共通、モデルだけ差し替えられる設計になってきてるんだよ。将来はジェミニとか GPT とかも M365 に乗ってきてもっと選べるようになるかもしれんってことやん。 AI モデルがアプリストアみたいに選べる未来が来る可能性は十分あるの。競争が激しいほどユーザーにとっては良い話だよ。じゃあ自分の会社がどっちを選ぶかってどうやって決めればいいの？長文処理や文脈保持が大事な仕事ならクロードで、社内データ連携や既存 M365 統合ならコパイロットって感じ？社内データ連携優先ならコパイロット、長文処理と文脈保持優先ならクロード。あなたの組織はどっち？今すぐ試したいんやけど、ワードとか Excel のクロードはどうやって使えるようにするの？クロードプロに加入してれば今日から使えるんだよ。管理者が M365 コネクターを有効化すると、ワードを開いた時にクロードのサイドバーが表示されるの。そんな簡単なの？じゃあ今日の仕事から使えるやん。ちょっとワードと Excel 開いてくる。アウトルックはまだパブリックベータだけど、ワード、エクセル、パワーポイントは今すぐ使えるよ。とりあえず触って体験してみるのが一番早いと思うの。ここまで見てくれたみんな、チャンネル登録と高評価お願いします。おやつ代がかかってるから。メンバーシップやスーパーサンクスで投げ銭してくれたら、ひまわりの種送料で全力感謝や。次回はクロード 4M365 の実際の業務への組み込み方を深掘りするよ。お楽しみに。またね。